ドンプリンアウトドアです。本日は購入して約1年が経過し、様々なキャンプ場で使用してきたこのサーカス TC デラックスプラスという超大人気ワンポールテントについて、買ってよかったなと思うところ、逆にここは少し気になるなというところを正直にお話ししたいと思います。今回の動画の流れは画面に表示の通りです。簡単に商品の概略と使用感について説明した後、実際に使ってみてよかった点、気になる点を説明したいと思います。なんと今この商品は大幅値下げで販売されておりますので、動画を見て気になった方はぜひ概要欄の URL から詳細を確認してみてください。この動画が少しでも良かった、参考になったと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。まず簡単に商品の概要を説明させていただきます。このサーカス TC デラックスプラスですが、アウトドアブランド天幕デザインから販売されているワンポールの TP 型のテントとなります。テントのスペックは画面に表示の通りです。TC 素材と呼ばれるポリエステルとコットンでできた素材のため、通気性、吸湿性に優れ、結露しにくいですが、その分総重量は約 13kg と重めのテントとなっております。なお、このサーカスシリーズにはサイズや素材が異なるものがいくつか販売されております。今回紹介するサーカス TC デラックスプラスは端的に申し上げますと TC 素材でできた簡易的な屋根を作れる1人から2人用のテントという位置づけです。最後についているプラスというのはファスナーの違いで、現行販売されているモデルは旧式のモデルと違い、このファスナーが大型化し3つに数が増えております。これにより真ん中に薪ストーブを挿したり、入りが簡易になったりしております。内容物はこんな感じです。テントを立てるためのメインポールとガイロープ、ペグ、設営時に必要となるガイド、テント本体等が入っております。設営は非常に簡単で、まずこのガイドとロープを使用して6箇所にペグを打っていきます。その後このペグにテント本体のナイロンテープをくくります。次にメインポールを組み立て、ポールをテント内に差し込みます。最後にナイロンテープを調整すればあっという間に完成です。風の強い日は針縄を使用してさらに固定する必要はありますが、経験上これはなくても大きな問題はないかと思います。一人でも設営は可能で、筋トレしている私のような成人男性で余裕なので、筋トレしていない成人男性では普通にできますし、筋トレしていない成人女性でもちょっと頑張ればできると思います。また出入り口は前後2箇所についていて、片面だけ開けるスタイル、両面を開けるスタイル、全て閉じるスタイルと3パターンで貼ることができます。さらにこのデラックスタイプはフロントフラップと呼ばれるひさしがついておりますので、ポールを1本追加すればこのように雨や日光から守ってくれるひさしを作ることができます。またさらにポールを1本追加すればこのようにして前方の視界を大きく確保した形でさらに広いひさしを作ることも可能です。この仕様には数々の発明をしてきたアインシュタインの開いた口も塞がらないですね。なお以前こちらの動画で組み立てのポイントについても紹介しておりますので、気になった方はぜひ見てみてください。では次に実際の使用感を説明していきたいと思います。どれくらいの広さがあるかと言いますと、私の身長が176センチ、マッチングアプリだと1センチ持って177センチ、足長めなんですけれども、このように成人男性が多重影分身、または残像剣を使えば4名が広々プッシュアップできるくらいの大きさとなっております。ソロキャンプを想定したレイアウトはこんな感じです。机や椅子は中に置いても余裕がありますし、外に出すとだいぶ広々としています。このテントの中を立って移動できるのが秘密基地感があってめちゃくちゃいいんですよね。デュオキャンプで机や椅子を中に置いていても問題なく使用することができます。ソロの時と同様、椅子や机を外に出せばかなり余裕がありますね。3人のキャンプでは机や椅子を中に置くとさすがに狭いですが、外に出しておけば余裕を持って3人寝られるかと思います。後ほど紹介しますが、実際に私も3人で使用したことはあり、テントの端っこはデッドスペースがありますので、実際に寝るときはこういった形で寝ることが多いです。ギアの量にもよりますが、3人でも空いたスペースにギアを詰め込んで、全て幕内に収めて寝ることも頑張ればできるかなという印象です。ちなみにネイチャーハイクのサイクリングバックパックテントをインナーテントとして中に入れ、カンガルースタイルにすることも可能です。もちろん他のテントでもソロ用サイズであればカンガルースタイルは十分可能かと思います。それでは次に約1年間このテントを使用してみて良かったなと思う点を7つ紹介いたします。1つ目はとにかく見た目がいいということです。これまではドーム型のテントやパップテントを使ってきましたが、ワンポールの TP 型のテントは持っておりませんでした。オートキャンプや快適めなキャンプを好む人にとっては、やっぱりこのデザインはおしゃれだなと思います。このテントを使用しているとたくさん写真を撮りたくなりますし、その空間にいるのが本当に心地いいです。
特に絶景のキャンプ場との相性は抜群で、このテントを購入してから遠くても全国各地のキャンプ場によく出かけるようになりました。両面を開放した状態でテントの後ろから写真を撮るととっても映えるんですよね。残念ながら女性とキャンプに行く機会がほとんどないのですが、このテントを使っておしゃれ映えキャンプをすれば女性にモテること間違いなしですね。2点目はとにかく設営が簡単ということです。フロントフラップを使用しない場合は必要なポールはたったの1本。ドーム型のテントやパップテント、シェルター型のテントは最低でも2本はポールが必要となります。さらに設営方法自体が非常にシンプルで、初心者でもかなりわかりやすい仕様になっています。通常ファミリーキャンプやグループキャンプなどの場合、他の形のテントだとよりポールの数が増えたりして設営が複雑化しますが、このサーカスシリーズはどのサイズでも同じ組み立て方式なので、ソロからグループまで幅広い方が簡単に設営できる仕様となっております。キャンプ自体はすごく好きなのですが、個人的に準備や設営はめんどくさくてできればやりたくないと思うタイプなので、これはめんどくさがり屋の方にとっても非常にいいテントだと思います。3点目は充実した機能面です。ポリエステルとコットンでできた TC 素材は優れた遮光性を持ち、濃い影を作れる点、耐火性が高くテントの近くで焚き火ができる点、通気性にも優れているため年中比較的快適に使用できる点、テントが結露しにくい点などのメリットがあります。さらにこのサーカス TC デラックスプラスはスカートがついているので、夏は虫の侵入を防いでくれますし、冬は隙間風を防止してくれて非常にありがたいです。個人的には虫が嫌いなのでフロアレススタイルは嫌だなと思っていたんですけれども、スカートがあれば虫が気になったことはほとんどないです。また冬にスカートのないパップテントやタープ泊をしたことがあるのですが、やはり隙間風があると結構寒くて、真冬にタープで寝た時は頭がキンキンになったので、地味にこのスカートの存在は大きいんだなと実感いたしました。4点目は居住空間が広いことです。これも私が他に持っているテントにはない性能で、とにかく天井が高いのでテント内でも快適に過ごすことができます。身長176センチマッチングアプリだと1センチ持って以下省略の私でもテント内を歩くことができてしまいます。私の持っている他のテントではテント内を立って歩くということは不可能ですが、このテントなら急に雨が降ってしまった場合や冬で外が寒い場合にはこの中でおこもりスタイルでキャンプを楽しむことができます。天井にはベンチレーションがついているので一定の換気ができ、室内に空気や匂いが溜まったりすることもないのも安心です。5点目は様々な設営方法ができる点です。先にご紹介した通り、サーカス TC デラックスプラスは複数の貼り方ができます。特にこの両面の扉を開けた開放的なスタイルでは、テントの後ろから絶景を入れてこんなおしゃれな写真が撮れますし、2つ扉が開くことで荷物の出し入れも楽になる上、風通しも良く夏でも快適に過ごすことができます。またこのフロントフラップがあれば夏でもタープを張る必要がなく、設営時間の短縮にもなりますし、小雨であれば雨が降っていても外の雰囲気を感じながらキャンプすることもできます。特に夏はタープがないと暑くて死んでしまうので、過去にもテントとタープを両方張ったことあるのですが、やはり結構設営で疲れるし大変なので、タープとテントが一体型になっているのは非常にありがたいです。先に少し説明した通り TC 素材なので他のキャノピーと異なり、濃い影が作れるのもいいですね。6点目は幅広い人数で使用可能なことです。このテントの推奨サイズは公式サイトで2名となっておりますが、1名ではより快適に使用することができますし、先にご紹介した通り3名でも私は使用したことがあります。以前この動画でサーカス TC デラックスプラスを1人で使うことがあるとお話ししたところ、動画を閉じられてしまったことはあるんですけれども、私は他のテントでも2名サイズのものを1人で使用することはたまにあります。テントが広いとその分寝床も広くなりますし、荷物を置くスペースもたくさんできるので、重さが気にならないのであれば、個人的には2名サイズのテントを1人で使うのもいいと思っております。普段家でシングルベッドで寝ているんですけれども、旅館とかホテルに行った時にベッドが大きいとちょっと幸せな気持ちになるじゃないですか。あの感覚ですね。以前はコールマンツーリングドーム LX で170センチ超えの成人男性3人でキャンプしたことあるんですけれども、通勤ラッシュの東西線のようにパンパンになって寝れませんでした。このテントであれば快適とは言わないまでも3人でも十分私は使用することができると思っております。私の持っているテントはソロ用が多いので、幅広い人数に対応できるのは非常にありがたいです。7点目は薪ストーブをさせるということです。
これは今年の目標でチャレンジしたいと思っていることなのですが、このテントは先に説明した通り、出入り口のファスナーが少し特殊な構造になっているので、ファスナーの間に薪ストーブを挟むことができます。ふもとっぱらとか広大なキャンプ場に行くと、サーカス TC デラックスプラスから薪ストーブの煙がもくもく上がっているのをよく見ます。テントによってはそもそも薪ストーブをさせない構造のものも結構あるので、それも実現できるというのは非常にありがたいと思います。今年は絶対薪ストーブを買って、この中でおこもり冬キャンプをしてみたいですね。続いては使ってみて気になった点を5点ご紹介いたします。1点目はテントの端っこにできるデッドスペースについてです。これはサーカス TC デラックスプラス以外のワンポールテント全てに当てはまることなのですが、構造上どうしても端っこにデッドスペースができてしまいます。私はだいたい寝床を端っこにレイアウトすることが多いのですが、例えばハイコットの状態でコットを端っこギリギリに置くと、顔面がテントについてしまうことがあります。また、テント内に結露が発生しているときは、寝袋がテントについて濡れてしまうという恐れもあります。ただこれはコットをロースタイルにしたり、少し端っこから距離を取ったりなどして工夫すれば大きな問題はないかと思います。私はよくキャンピングムーンのフィールドラックを重ねずに平置きしたりして、背の低いものを置いてスペースを有効活用するようにしております。2点目はセンターポールが邪魔になることがあるということです。これも大きめのワンポールテント全般に言えることなんですが、このセンターポールがあるとやはり居住空間が少し狭くなってしまいます。1人や2人で使用する際はそこまで気にならないんですけれども、3人で使う場合には少し邪魔だと思うかもしれません。また、椅子をこのポールより奥側に配置すると、ポールで視界が遮られてしまうということがあります。私は正直そこまで気になってはないのですが、どうしても嫌だなと思う方に関しては、センターポールを利用したテーブルや、ポールが三つ股になっているトリポットというものが販売されております。これらの問題もこういったものを使用すれば十分解決できるかと思います。3点目はテントが重いということです。これは TC 素材全般のテントに言えることですが、やはり素材の性質上重量は結構ありますので、当然トーキャンプだとかミニマルキャンプが好きな方には向かないかと思います。ただ車で行くオートキャンプがメインの方であれば大きな問題はないと思いますし、私はこのテントをバイクに積んでキャンプツーリングにもよく行きます。これは私がハンターカブという積載が多い特殊なバイクに乗っているというのもあるんですが、これをバイクで持って行ってテントの中にバイクを収納した時の脳汁は半端ねえ。重いことには間違いないですが、筋トレしている成人男性がアームカールできるくらいなので、筋トレしていない成人男性は普通にモテると思いますし、普通の成人女性でも少し頑張ればモテるくらいかと思います。4点目は他の人と被る可能性が高いということです。このテントは本当に大ヒットした人気商品なので、他の人とよく被ります。ふもとっぱらとかに行くと、10人に1人くらいはこれなんじゃないかって思いますね。レイアウトの仕方は複数ありますし、他のキャンプギアを並べればもちろんその人唯一無二の空間にはなると思うので、個人的には絶対に被りたくないって人以外であれば大きな問題はないかと思います。ちなみに使用している方が多いと、インスタグラムや TikTok などの SNS でキャンプレイアウトの画像や動画もたくさん載っているので参考になるといういい点もあります。最後は値段が高いということです。もともと私が購入した当初、このテントは5万円台でした。ずっと前からこのテントは気になっていて欲しかったのですが、ここまで高額なキャンプギアを購入したことがなかったので、この値段がネックになって購入できておりませんでした。ただしサムネイルにもある通り、なぜ今買えと言っているのかというと、現在このテントがかなり大幅に値下げされているんですよね。実は昨年の年末くらいに半額近くになっていて、思わずこんな投稿したのですが、一時的なものなのかと思って少し様子を見ていました。ただ現在もまだかなり大幅に値下げされた状態で販売されているようです。これはいつまで続くのか正直全く読めないですし、このテントは本当に買ってよかったと思うナンバーワンテントなので、ちょっとでも購入を迷っている方がいたら自信を持ってお勧めしたいと思います。概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。はい、ということで以上がサーカス TC デラックスプラスの概要、いい点、気になる点のご紹介でした。このテントは本当にキャンプ初心者からベテラン、老若男女、幅広い方にお勧めできるテントになっているかと思います。一応サイズ違いのテントも概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。また実際にこのテントを使ってキャンプしている動画も公開しておりますので、そちらを見て雰囲気をつかんでいただけましたら幸いです。この動画が良かった、参考になったと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。